はい、それでは、2023年4月の1日から2日に兵庫県の豊岡に行ってきましたので、その発表をしたいと思います。豊岡というのは、兵庫県の北の方にある市ですね。この辺になります。で、4月1日の10時12分発のコウノトリ5号に乗っていきました。駅しに飲んだのが、正気のサタンという、クラフトドリンクになります。ちょっとだけアルコールが入った、ビールになってます。で、食べたのが田島牛飯です。こんな感じです。で、豊岡について泊まったホテルが豊岡パークホテルというホテルでした。街の中に貼ってあったポスターの写真ですが、4月の15日の土曜日に、菓子祭り前日祭ファイナルっていうのがあるみたいです。で、豊岡の街の中は、コバスっていうのが通ってたみたいなんですけど、なんかちょっとまだシステムがよくわかってないんですが、この後でも出てくるんですけれども、豊岡を、電車で移動するのはなかなか、大変だなということがちょっとずつ分かってきたので、バスの、使い方も、いろいろマスターしていけた方がいいんだろうなというのは思ったんですけど、なかなか、バスに乗る情報がですね、うまく入手することが難しかったので、この辺がよし移動したい。今ここにいて、どこどこに行きたいときに、電車もバスも徒歩もいろんな、ルートの最善のルートがバパッと教えてもらえるようになると嬉しいなと思いました。で、他に行ったところとしては、大海文庫というところに行ってきました。本を買ったり、借りたりできる場所です。あと、居場所の相談所というようなこともされているみたいです。みんなの大海大学みたいなのもされてるみたいです。で、こんな感じで、店の前に黒板があって、月のスケジュールが書いてありました。で、中に入ると、貸し倉庫みたいな感じって言ったらいいんですかね。ショーケースみたいな感じって言ったらいいんですかね。一人当たり月、確か2000円か3000円とかで借りれて、自分の本を置くことができて、それを図書館として貸し出し、管理してくれるみたいな、そういうサービスみたいでした。はい。こんな感じで、なかなかいろんな興味深い本が並んでるなと思いました。でその後、大石陸、の生誕の地みたいな、場所がありました。で、ちょうど桜の季節だったので桜が咲いていました。あと、ポスター見かけたのが、グランドピアノ無料開放デーというのがあるみたいで、これは豊岡市民会館の文化ホールで4月16日に開催されるみたいです。あと、カバンストリートに行きました。豊岡市立図書館に行ってきたんですけれども、かなり近づいても、ここが図書館だということがなかなかわからなかったですね。なんかすごいインパクトのある、この門が、特徴だと思いました。で、あと、カバンストリートの近くにある、喫茶店みたいなところで、カプチーノかなをいただきました。で、そこの店の中には、プレブルが、いました。名前は、八兵衛というみたいでしたが、すごい可愛かったです。で、豊岡から200円で電車に乗って、城崎温泉に行きました。城崎温泉の駅を出たところに、こういうカニの、オブジェみたいなのがあって、そこで記念撮影撮れるみたいなんですけれども、カニの目の部分が椅子になっているみたいで、そこにちょうど椅子に座ると、で、この反対側から写真を撮るといい感じで、城崎温泉駅と一緒に、記念撮影ができるのかなと思います。で、城崎温泉の道はこんな感じでした。城崎温泉の公式サイトを見ると、外湯の混雑状況というのが見れます。外湯というのが、銭湯みたいな感じで、旅館に泊まるんではなくて、普通に通りすがりに、お風呂に800円ぐらいで、1箇所だと800円で、全外湯共通で入れるようなものも1300円ぐらいで、売ってたと思います。で、このホームページを見ると混雑状況がわかるので、空いているところを、狙っていくことができますが、一番、空い
ている混雑度が低いのが、柳湯というところなんですけども、そこは城崎温泉の中でも一番温度が高い、温泉となっておりまして、また、かなり、ちっちゃい温泉となっているので、最初はそこに入ったらすごい暑くて、ちょっと騙された気持ちになりました。はい。で、今回は地蔵湯というところに、入りました。でちょうど夕暮れ時でいい感じでした。で城崎温泉からロープウェイが出てるみたいなんですけれども、今回は乗れなかったですけれども、次回は乗りたいなと思います。だいたい20分おきぐらいに出てるみたいです。朝の9時から夕方は、午後4時ぐらいまでやってるみたいです。で、その、ロープウェイの駅の近くにある、お店で晩ご飯を食べました。オムレツカレーみたいなのを食べました。ブックストア1というところで、ここは宿泊もできるところみたいです。ホステルっていうんですかね。はい。で、中では、城崎ビール、虎のビールというのをいただきました。で、帰りが、城崎温泉駅から豊岡に帰る電車というのに乗ったんですけれども、ここがすごく変わっててですね、電光掲示板に何番線に電車が来るっていうのが出なくて、それを知るための唯一の手がかりが、この時刻表のところに、ちっちゃい字でですね、丸3とか書いてあってですね、そうだと、3番線なんだなというのがわかるようになっています。この乗り場ですね。1、丸1、1番乗り場、丸2、2番乗り場、丸3、3番乗り場、丸4、4番乗り場って書いてあるので、これを見ないとわからないというのが、ちょっと、なんというか、あまりポイントだなと思いました。で、ドアは、手で開けたり閉めたりしないといけない。自動で開かない、閉まらない、みたいで、そういう風にする必要があります。で、街の全体の地図が、駅のあたりにありました。で翌日の朝に喫茶店に行き、ホットケーキを食べました。こんな感じのホットケーキでした。コーヒーコテージ丸山というお店でした。で、これも道端に貼ってあったポスターですけれども、豊岡セントラルパークっていうのがあるんですかね。SL 公園新しい遊びの創出って書いてあるんですけども、詳しいことがよくわからないという感じでした。で、電車に乗って、行きましたけれども、これは、1両だけの電車でした。で、国府というところに行ったんですけれども、JR の国府駅は無人駅で、本当はロッカーとかに荷物を置きたかったんですけども、荷物を置くことができなくて、だいぶ困りました。で、電車も1時間に1本未満っていう感じで、かなり、厳しい環境だなというふうに思いました。で、この日開催されたのが国府ふれあい観桜会というのがありまして、それに行ってきました。で全部で3キロぐらいのコースだったんですけれども、ちょっと疲れて途中でリタイアしてしまいました。桜はこんな感じでたくさん咲いてました。電車の時刻が非常に厳しかったので、バスで移動しようと思ったんですけれども、バスもですね、なかなか乗り方が難しくてですね、バス乗り場の場所も分かりにくくてですね、結構苦労しました。で、なんとかバスに乗って帰ってくるバスから、さっきの八兵衛が見えて、ちょっと、癒されました。泊まった豊岡パークホテルは、カードキーで、あとカードキーに部屋番号がテプラで貼ってあったので、非常にありがたかったです。あと、国府ふれあい観光会のお楽しみ抽選会っていうのをもらったんですけれども、途中でリタイアしたので、こちらは断念しました。で、今回の旅のレポートは以上ですけれども、ついでに、宣伝すると、担当チューリップ祭りというのが4月中旬に、担当ですね。関東じゃなくて担当ですね。で開催されるみたいです。詳細よくわからなかったですけれども、担当に行く機会があれば、ぜひ行ってみてください。大人800円、小中学生400円になっています。さっきちょっと見たんですけれども、多分、電車で行くのはかなり厳しい場所っぽいなと思いました。で、今、車で移動することが難しいので、車ないので、こういう時にですね、なかなか難しいなと。なんかこう、バスツアーみたいなやつがパッとあってくれると嬉しいなと思いました。はい。ということで、今回は4月1日から2日に兵庫県豊岡に行ってきたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。